No Hate TV. 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 どうもこんばんは。はい、どうも。こんばんは。なんか安田さんのやっぱり音が悪いと。ちょっと音悪いですか？あ、大丈夫です、大丈夫です。はい。安田さん大丈夫ですか？はい。こんばんは。週1になってから2回目のノーヘッド TV なんですけど、もうしんどいですか、安田さん。いや、まあ2回目だからね、大丈夫だよ。今日結構バタバタしてたみたいですよね。もうちょっとでカラオケボックスからやる羽目になる。いや、今度ね、そういうことやってみようかなと思って一度。別にやって先のカラオケボックス。いやいや、家に帰る。Wi-Fi とか使えるんですよね。カラオケボックスってさ、でもさ、なんか Wi-Fi 弱そうだよね。そんなことないのか。あ、そうなんですか。一回今度、もし、デートやってみますんで。はい。ですね、今日は、まあ、こういうネタでですね、やらせていただいてますが、ベーシストの金を引き剥がせ。で、ゲストに富谷長谷川さんっていう、若い学生の方が、後ほど登場してくださるので楽しみにしてください。はい。それでね、今日も、概要欄のところにチケットのリンクが貼ってあるので、チケットを買えるようになってるんですけど、今日からですね、皆さんのおかげをもちまして、前回ね、過去1年の、放送時間が2700時間しかないから収益化できませんみたいな感じですね。で、前回1回で、その4000時間ないとダメなの。で、前回1回で4000時間を超えたので、見事、めでたく収益化できるんです。それで今このチャットからお金払える。チャット、スーパーチャットっていうのがあって、もうなんか皆さんすでに、払っていただいてる人がいるんですけど、なんか値段とか選べるんですけど、なんかね、これはね、お金を払うとね、そのお金を払いましたっていう人がバーンとこう、ハイライトされて、この人は金を払ったってみんなにこう分かるようになってるね。だから称賛してください。それで、金額が高ければ高いほど、このコメントが長くそこにこう表示されるらしいの。そう。だからね、ネトウヨの人でみんなにいつもいじめられてる人は、5000円ぐらい入れると、かなり、そのヘイトコメントを長く表示させることができて、どんどんお金を、ネトウヨの人は使って、長く自分の意見を主張していただければなと。それで、まあそんな感じで、この、新しいドリコネットから独立したノーヘッド TV をどうやって維持していく金をどこから得るかみたいなことをずっとこう、不信してたわけですけども、前回はね、で、チケットをブラック商店で売ってたじゃないですか。はい。で、今回もそうしようと思ったら、昨日、一昨日かなんかチケットをアップしたらね、ブラック商店がね、こんな風になっちゃいまして、なんかね、強制クローズなんじゃない？なんで？いや、なんかね、なんで？陰謀？いや、もうなんか俺 DHC の仕業かなと思って焦ったんですけど、なんかよく聞いてみると、薬務の提供がないものは寄付扱いで、そういうものは売ってはいけない。禁止になってるらしくて、焦って、わーとかっていろいろ問い合わせしたら、薬務の提供にならない。ならないのが、買わなくても見れるからね。で、なんかそれを強制クローズにするにあたり、メールが来てたんだけど、迷惑メールフォルダに入ってて気づかなくてさ、いきなり強制クローズになって、おーとかって、これは絶対 DHC の仕業に違いないとか思ってたんだけど、なんで、今日からチケット PTX
方に変わってるので、概要欄にあるリンクから、毎回払わなくていいんで、たまにでいいんで、はい。応援していただけると。もうね、そのレイシストの金を引き剥がせとか言ってるのが自分の金を引き剥がされそうになってるっていう状態でした。はい。さっさといきます。ちょっと今日、最新ニュース。はい。3時間ぐらい前のニュース。新聞ローレンジャーナリズム大賞、引田圭一郎賞っていうのが今日決まったらしいんですけど、そこに我らが、石橋岳さんが、神奈川新聞の石橋岳さんが受賞されたそうで、よかったです。どういう賞なんですか、これは。これは要するに新聞の連加盟、いわゆる新聞社ですよね。で、この1年間に連載された記事の中で、例えば平和主義の発展であるとか、言論報道の自由の確立と人権擁護に貢献した記事に贈られる賞なんですね。で、今回、大賞と優秀賞、それから特別賞というものが、この度決まった。その特別賞が、石橋さんが連載された、成果がね、読みますね。ちょっと待って。連載記事なわけね。そう、連載記事企画。はい、ちょっと待って。ちょっと待ってね。正式名称出ますかね。でも、石橋さんの、あれにも書いてないかわかんないけど。ですね。はい。ごめんなさい。特別賞として時代の正体、差別のない街へなど一連のヘイトスピーチに抗う記事が、これが、新聞労連の、特別賞に選ばれたということで、はい、新聞労連ジャーナリズム大賞の特別賞に、選ばれたということです。はい。おめでとうございます。おめでとうございます。石橋さんみたいなタイプのバリバリの記者って、昔は一種のモデル、ロールモデルというか、ああいう新聞記者が、手本になるような感じだったと思うんですけど、今はもうなんか、全新聞社に数えるほどしかいないような。なんか石橋さんと、毎日新聞の吉谷と、それから共同通信のあの人と、朝日の。あの人が失礼です。スナミさんね、共同通信のヘイト取材班を作った人ね。なんか数人ぐらいしかいないような感じで、みんななんかね、もうヘイトのことはもういいから政治部に行ってほしいっていう気持ちにすらなりますよね。まともな記者が政治。いや、本当そうなんですよね。いろんな分野で活躍してる人たくさんいるんで、僕一概にもっともっとたくさんいるとは思うんだけども、そういう人が記事を書ける場を与えない。それから特にヘイト問題に限定していれば、ヘイト問題に対する新聞社の無関心ってあるわけですよ。これ、テレビも同様なんだけども、つまり、ヘイト以上に大切なものがあるだろうっていう価値観が今、新聞社の中に蔓延してて、もちろん大事なものがたくさんあるんだけど、いろいろあるんですよ。いろんな分野でいろんな人がしてるんだけども、ヘイトの問題に特化していれば、すごくおろそかにされている、過小評価されている。これが社会を壊す非常に危機的な状況なんだっていう認識を持った社の幹部が少ないというところが、やっぱ大きな問題だなって一番思ってますね、社の問題として。もちろん新聞なんてテレビや雑誌もそうですけども、そういった中で、新聞労連の特別賞に選ばれました。本当におめでたいと思います。本当おめでとうございます。はい、次。時事ニュースです。どうですか、これ。俺さ、これ結構いいスクショだよね。いいニュースだし、野間さん、緊急放送とか待ってた？待ってなかった。緊急放送、俺がしそうになったよね。しそうになった。緊急放送、まだ行われてないんですか？
られてないんだよ。あと、日本人に1人6億円が支給されるとかっていう話。なんかアメリカ共和国の、国民になれるらしいんだよね。嬉しいか、それ。でね、僕、ツイッターずっと凍結されてるから、僕、トランプの気持ち、仲間だですよね。仲間だし、彼の気持ちすごいわかりますよ。今、いろんな SNS のところから、バンされて。ただこれね、要するにさ、ツイッターってさ、ツイッターだけに限らず、Google とかもそうだけど、トランプがもう選挙で負けたから、これバンしたってことだよね。まあ、そうかもしれませんね。今まではようしなかったけど、もうこの情勢を見て、それで選挙で負けた上にあんな議会突入とかして、それで慌ててバンしたっていう、なんかいろんな理屈をしてるけど、ルール通りにやってればよかったんだし、自分たちが作ったルールで、国家元首のような人は、とか政治家はバンしないって決めてたんだから、ここでもバンしなくてよかったんだよね。そう、それはそれでおかしかね、やっぱりね。なんかね、で、メルケルさんがね、ちょっといいこと言ったじゃないですか。このメルケルのトランプのバンはおかしいだろうと。それはどういう意味か、これをまたネット上とか霊障系がね、メルケルは表現の自由を擁護して、いいこと言ってるとかって勘違いしてるけど、全く逆で、法規制をちゃんとやれって言ってんだよ。本当にね、ネトウの誤読って本当に耐え難いんだけども、表現の自由戦士の誤読がすごい、お前らの敵だってこれみたいな。そうなんですよね。でもね、ただこれは大手ってことですもんね。ただね、結局、トランプにしろそうだけど、ツイッター社の一存で、いうことを、決められていいのかどうかっていうことをちょっと真剣に考えないといけない。ツイッターに限らず、GAFA と言われるやつ、Google、Amazon、Facebook、なんたらみたいな、そう、Apple。で、そういう人たちのインフラが、かなりもう、世界に広がって、例えばツイッターにしてもね、ツイッターの上で戦争始まりそうになったりするわけじゃないですか、国家元首同士がなんかまとって。で、日本だと、河野太郎にバンされてる人は、河野太郎にブロックされてる人は、いろんな、河野太郎の、前何大臣だっけ、厚労大臣だっけの、いろんなことわかんないとかね、なっちゃうでしょ。で、結構もうインフラだから、もう基本的にバンってできないようにしないとダメなんじゃないかなと、俺は逆に思ってて、例えば百田直樹なんかも別にいてもいいから、バンするのって、ツイート単位にする、ポスト単位にすればいいんじゃないかなと思うんですよね。で、結局、ツイッターの恣意的な、基準で今カウンターの人がいっぱいバンされてて、それでもしつこくも何回もアカウント作ってももう必要に追い出してくるわけですよ。そうすると、例えばツイッターって災害時の情報を得るツールとしてもみんな使ってるのに、そういうところに格差が生まれちゃうわけですよね。ツイッターが公共性をかなりもう、みんな持ってしまってるっていうところに対して、いや、なんか適当にバンします。で、しかもカウンターの人のバンっていうのはやっぱり、トランプをバンしないこととセットになってたと思うんだよね。要するに、カウンター、日本だけでなく、海外でもアンティカがバンされてたりするんだけど、あと、イスラム国、IS 関係のなんかバンされてたけど、これはテロリストとか。だからその辺ね、なんかこう、非常に恣意的というか、アメリカの価値観によっていろいろ決まってるな。だから、ツイッターから俺がブロックされてたからって言って、俺の表現の自由は別に侵害されてないんだけども、インフラに参加するということに関して、すごい格差が生まれて、それが例えば今回だと、政治的なことに直結するわけだよね。難民の人とかも、
バンされたら命に関わるような人だっているわけで、それはシリアとかあっちの方に来てますよね。だから、これはメルケルさんが言ってることが、やっぱりこう、一つ理にかなってるかなと。民主主義国家の中において、公に合意されているものに基づいてそういうことをやってきたということですよね。だからまあトランプがバンされ、トランプがツイッターから追い出されて凍結されてこういうのを見たら面白いって、まあ笑えるんだけど、まあ笑えるだけであんまりなんでそんなにあいつらにそんな支配されるのかな。気はしますよね。だから、その辺、やっぱり、僕ら、まあ、今回パーラーとかもね、アップルとかグーグルとかから消えたりしたじゃないですか。はい。で、そんなのも、そんなに問題があるものって今までなんで言ってたんだっていうことになるし、非常にその世界情勢とかその事件に合わせて、あとは変わりすぎですよ、適当に。そんな気がします。だから、もう言論プラットフォームとして定着してあるんだから、これは例えば企業とか、なんかの意図によってバンしたり、復活させたりとかということを判断するっていうよりも、僕は言論のプラットフォームとして確立した、その言論ごとに僕は対峙すべきだと思うし、一方で、それを言うときに最低限、原理原則というものが根底にあるかどうかってやっぱ問われてると思うんでね。例えば、ドイツのメルケルがこれ、今回の問題に異議を根底にヘイトスピーチそのものはまず国として許せないっていう大原則があるからこそ、こうしたことが言えるわけですよね。企業の権限に任せない、これは国として法律として、原理原則としてヘイトスピーチであったり、他者を危機に置いたり、陥れたり、不当な中傷するものを許せないんだということが、ドイツは法律、ルールとして確立されている、その前提で言ってるというところが大事だと思いますね。そもそも24時間以内に消さないと、罰金が犯しますよっていうふうに、SNS に対してそういう法律を作ったのにメルケルさんなんですよね。そういうことだから、そういうこととセットになって、まだアメリカ的にね、基本的に全部言論の自由がまずあって、いろんなことを民間に任せるという、まあアメリカと、これがヘイトスピーチに関する法律にそのまま反映してるわけで、その違いがここに出てると思うんだけど、トランプがめちゃくちゃすることとか、それによって起きる影響って別にアメリカ国内限定でもはやないから、そうですよね。そういうことなんだと思うんですよね、ツイッターとか、メルケルさんこういうことを言うっていうのは。はい。トランプ凍結面白かったけど、やばいな、みたいな話でした。次。はい、ソウル中央地裁、日本政府に賠償命令。これは、どういうニュースですか？これは2016年に元慰安婦の女性12人が日本政府を相手に損害賠償を求めた裁判なんですよね。はい、でこの裁判のソウル中央地裁の判決がつい先日出た、元慰安婦の女性1人につき、これ日本円にすると大体950万円ぐらいですかね。賠償を政府に命じたという判決が出ました。これ日本のメディア多くが報道しているわけですけれどもね。これね、議論が出てますよね、今ね。でまたね、例の県間民主党がね、もうこんな感じなんですよ。はい、もうこのノーヘイト TV においてはもう、立憲民主は県間民主党と呼ばれて久しいわけですけど、もう韓国に関する、全部自民党と一体化するよね、こいつらね。まあ、泉健太だから余計にそうなんだけど、枝野さんもあんまり別に変わんないんだよな、そういうことなんですよね。で、これでね、もうまだね、主権免除の原則とかね、言ってて、で、まあ、ガースは当然こう言いますよね。こいつらいつももう同じで、国際法上の違反とかね、そういうことばっかり言うじゃないですか。で、この国際、何が違反してるとか言ってみたら、その主権免除の原則を外してるじゃないかというわけですよね。主権免除って何っていうことなんですよね。いや、本当そうですよね。
主権免除、これ多くなんかも書いてますよね。主権免除って簡単に言うと、うん。国会民事訴訟なんかにおいて、国が訴えられた場合ですね、被告が国の場合、外国の裁判権から免除されるという、うん。国っていうのは別の国の権力に服さないっていう原則があるわけだけども、特に他国の裁判権から免除されるというのが主権免除の法則なわけです。ですから、この原則ですよね。ですから、これは主権免除。他国の裁判には左右されないし、これに関与する必要もないのが日本政府の見解であって、だから、この裁判一貫して被告である日本政府はこの裁判には何らタッチしてないわけです。まあ、基本的には主権免除ってその主権国家が他の国の裁判、司法の裁きを受けたら主権国家じゃなくなっちゃうから、まず大原則としては、それはありだよね。だけど、主権免除っていうのは、その国家のその運営とかに関することを、昔はもう全部それで免除されるっていうことだったらしいんですけど、最近はやっぱり、例えば国家が行うその小行為だとか、あるいはその犯罪だとかね、国家ぐるみでそのなんか麻薬を取引したりする場合もあるわけじゃない。で、そういうことは主権免除の対象にならないっていうふうにだんだんその変わってきてて、それも今も大体そういうふうな感じで合意されてると。で、この慰安婦問題の、今回ソウル中央地裁は、つまり今回の裁判は、強行規範に違反するから主権免除は適用されないって言ってるんです。何するから強行規範に違反するから主権免除は適用されないってことを判決文で言ってるわけですね。じゃあこの強行規範ってのは何かっていうと、いわゆるね、国際法上の上位にあるもの、例えば、とか、人道に対する罪だとか、あるいは奴隷制度であったり、あるいは拷問であったり、こうしたものは、絶対に逸脱しちゃダメだと、強行規範として確立されているから、これに関しては主権免除をから適用されないというのが、韓国の、司法判断だったわけですよね。つまり適用外だと、これは主権免除適用外だということを判定したということになります。この件に関して、この、福岡弁護士会の、山本さんっていう弁護士の方が詳しく書いてるサイトがあって、これまた検索したりとかしてみてほしいんですけども、というわけで、この問題はずっとその、徴用工云々の時、去年、一昨年夏ぐらいからずーっとこう、愛知トリエンナーレの少女像の件もそうでしたけど、そういうものの一環だな。だからどっかで、決着ちゃんとつけないと、いつまでも韓国は国際法違反だとかって、日本国内向けだけにそんなことギャーギャー言って同様に媚び打ったって、しょうがないですよね。そうなんですよね。だからこれがね、慰安婦問題に関しては、このソウル中央地裁、特に言ってるんですね、被告、つまり日本によって計画的、組織的、広範に置かれた反人道的犯罪だとしてるわけです。だから、これは強行規範当たると。つまり、人道に反する罪なんだというところで適用がいるわけですよね。これに関しては、その部分、一部に関しては、それからさっき野間さんがね、紹介してくれた、その、の、ページにも書いてありましたけれども、よく持ち出されるのは、ちょっと待って。今ね、安田さんのマイクのセッティングをちょっと変えたんで、ちょっとこれで、なんかブツブツと言っても、ちょっとこれで、ちょっと若干エコーしてるけど、こっちの方が聞きやすいけど、大丈夫ですか？聞こえます？お願いします。続いてお願いします。はい。2004年にね、イタリア最高裁が第二次大戦中にドイツで強制労働させられたイタリア人の訴えを主権免除の適用外と認めたわけです。イタリア最高裁が。で、ドイツに賠償金の支払いを命じたんですよね。これはドイツで裁判確定してるわけです。ごめんなさい、イタリアでもって。だから、イタリア人がドイツで強制労働された、その、いわゆる損害賠償を求めた
でこれに関しては当然ながらドイツ側は、これ主権免除というものを求めたわけだけども、イタリア最高裁でそれを排除して、いや、これは、敵基阻害だと、強制労働させられた人道に対する罪だから賠償金を支払いなさいということを命じたわけですよね。2004年ね、そうした事例もある。ただもちろんその後にドイツ地方裁判所に、提訴をして、これドイツ勝ってるわけです。ですからいまだに、イタリア最高裁でもドイツはその賠償金を支払ってはいないという、こういう現実もあるわけです。ちょっと待って、ちょっともう一回音声もう一回、今、ちょっと、はい。そういう現実もあるわけですの。後からそうですね。主権免除っていうのは、もちろんこれ時代によって様々に解釈が変わってくるもん。ただ問題はね、野間さん、この問題に関して日本って極めて冷淡だったよね。これ国際原則が云々っていう前に、そもそもこれはもう争点でないっていうのは、つまり主権免除が争点があるかのように見せかけておいて、実はこの慰安婦問題っていうものを徹底的に避けてきたし、日本の犯罪だってことをきちんと明確に認めて謝罪もしてこなかったですよ、きちんとね。国家のトップが。そして2015年に確かに慰安婦合意ってのがあったんだけども、当事者にこれに関しては当事者からいろいろ批判が出てる。しかもトップが当事者に直接謝ったわけでもないわけですよ。一番大事なのは、この慰安婦とされた人々、当事者の尊厳とか権利っていうのを守ることであって、それに一つ果たされてないっていうのが大きな問題じゃないかな、僕は思いますけどね。で、新聞報道はね、みんなね、韓国の判決は人権侵害に起きすぎてるっていうようなことを書いてるわけ。人権侵害に重きを置かずして何に重きを置くのかって僕は思うんだけれども、それが人権軽視の日本のメディアの一つの論調として現れたという気もしますね。そうですね。はい。これちょっとまた引き続きっていきたいなと思います。はい、次、今日も急ぐよ。もう27分になっちゃった。まだ予定より。次は、これです。2回ぐらい前にやったかな。はい。TK。これね、プレカリアドユニオンが、労働争議をやっていて、で、なんかひどい文章を送ってくるっていうことで、ここちらっと取り上げましたけど、その、凱旋というかですね、抗議の、様子を取材してきました。なんで、ちょっとそれを、見ていただきたいなと思います。それは民族差別意識に基づいたヘイトスピーチなわけですよ。誰でも一人でも加入できる労働組合プレカリアスユニオンの委員長の清水です。私たちはほぼ毎週この場に立って大手の警備会社提携に対して未払い賃金を払うように、退職協議を撤回するように、そして毎週毎週私たちの労働組合に対して怪文書としか言いようがない幼稚な脅しの文章を会社の封筒で代表取締役の名前で会社の印鑑を押して毎週送り続けてくる、このような尋常ではない嫌がらせをやめて、一日も早く労働組合プレカリアートユニオンとの団体交渉で話し合いによって問題を解決するよう求めてきました。ネトウヨの経営者の皆さんによるヘイトハラスメントと言わざるを得ないような問題が社会問題になっています。 DHC もそうです。なぜ会社のホームページで他の国の人たちを蔑むような表現をしなければならないのでしょうか。会社としての信頼を提携の経営者である代表取締役である高花豊氏はぶち壊しにしているんです。なぜ会社が
の高花豊さん、みっともない会社の信用を貶めるような誹謗中傷の文章をこそこそと送りつけてくるのではなくて、どうか私たちプレカリアートユニオンとの団体交渉の場に出てきてください。右翼の活動家であったはずの高花豊さんが、女の執行委員長がいる労働組合との団体交渉の場に出てこられないのでしょうか。若造の書記長がいる労働組合との団体交渉が怖いのでしょうか。提携っていうですね、日本でも一番大きな警備会社の一つがこのビルに入っています。東京都庁の警備もやっています。厚生労働省の警備もやっています。それでいてですね、玄関にこんなにみっともない憎悪に満ちたですね、張り紙を貼って私たち労働組合を威圧、誹謗中傷しています。都庁の警備も行う警備業界の一流企業なんです。それが市民の安全を守らないどころか、気に入らないやつだと勝手に思い込んで脅迫をし、嫌がらせをし、プライバシーを侵害した挙句、社内でもパワハラやり放題、安全配慮を全く行わない、適正に賃金を支払わないなど、法律を守らずに暴走しています。私たちはさまざまなブラック企業と呼ばれる会社とさまざまな労使紛争を戦ってまいりましたが、自らの会社の社前にこんなにみっともない張り紙を貼って、まさしく顔に泥を塗るようなことを平気でする会社、未だかつて見たことがありません。どうですか？前回の放送でも言いましたけど、警備業界っていうのはもともと反共体質、反労働で、労働争議に介入してきたんですよね、これまでもね、警備業界っていうのは。ところが、ここまで、極めて異常としか思えない。ちょっと安田さんね、なんか音声がすごく途切れていて、今それ、どのマイクで、パソコンのマイクで喋ってるかな？イヤホンのマイクかな？イヤホンの、聞こえますかね？今聞こえる。はい。はい。ちょっと今の話をもう一回言ってください。はい。もともと経営業界っていうのが、そのものが、さまざまな労使紛争、あるいは労働争議に介入、暴力的に介入するなどの歴史を持った業界ですよね。ですから、公平的な対応っていうのは決して珍しくはないんだけれども、ここまで幼稚、稚拙な対応は見たことない、聞いたこともないですよ。あまりにもひどい対応は。そしてもうまさにもう、マイクを持って訴えてた方いらっしゃいましたけども、あそこだと思います。音声が途切れまくってるな。安田さんさ、スマホに変えてみてもらっていいですか？わかりました。はい、ちょっとスマホからログインしてみてもらって、それで、なんかね、かなりブチブチで、話がわかんないぐらいになってるので、ちょっと一回、じゃその間にいろいろ、ネタを出していきますね。この、定型の、この、タイトルの後ろに映ってるのは、毎週送られてくる怪文書。これなんかよく見ると、全部ね、日付というか、消印の日付が全部一緒なんですよ。こういうのをいっぺんに送ってくる。それでその中にどういうことが書いてあるかっていうと、なんかこう、お前らをやっつけてやるぞみたいなことが一生懸命社長名で書いてあるわけですね。で、もう、それはもうこんな感じで、もうネタ用のブログみたいな感じなんですよね。もうこれを毎週定期的に送ってくると。
でも、なんか、こんな感じね。でこんなんね、やっぱり、ダメっすよね。やっぱり俺は思うに、これは、なんかその、不買運動をしたくても、警備会社だから、なかなか不買もできないっていうか、そういう状況になって結構厳しいんですけど、都庁の警備とか、厚労省の警備とか、そういうところにこういう会社を使っていいのかどうかみたいなことは問題にできるんじゃないかなと思うんだよね。だから、こういうもう異常な会社。でまあ、こういうものが、別に定型だけじゃなくて、僕らもこの何年間かずっとこういうことをこのノヘ TV で取り上げてきてるじゃないですか。で、やっぱ多すぎると、思うんですよ。こんな状態でしょ。富士住宅、アパーホテル、それから DHC、提携、それから引っ越し者。やっぱりその、結構な大手企業が、ヘイトスピーチしまくりでめちゃくちゃっていう、そういうのがものすごく目立つようになっていると。やっぱりなんか日本の社会が壊れてる一つの証拠なんじゃないかなと思うんですよ。これが昔だったらこんなことをしないですよ、大企業がね。いくらその労働組合と、その、戦うからですってね、こんなことを堂々とやんないですよね。もっとなんかこう、裏から手を回していろいろ嫌がらせとかはあったかもしれないけど、こういうことをやっても別に会社的に問題ないんだっていうふうにやっぱり思ってるとしか思えないんだよね。だから、そういう状況やっぱりこれはちょっと異常事態なんじゃないかなと。ここ数年ですよね、この4、5年の間に全部これ起きたことですよね。富士住宅もその社内にヘイトスピーチ文章を書いてると。で、それは DHC も似たようなことをやってたと。で、アパグループの提携もやっぱり社内にそういうことをやってると。で、なんか提携の場合は反マスク派で、自分のところで働いてる警備員にマスクをつけることを禁止してるんですよね。だからそういうことをこのご時世にやってて、さっきプレカリアトユニオンの書記長の稲葉さんが喋ってたのはそういうことで、従業員の安全を守る気もないということなんですね。なんで、これちょっともう異常事態だから、なんとかしないといけない。で、今日のテーマはそのデファンドって、レーシストの金を引き剥がせってことですけど、こういうものを野放しにしないっていうことがやっぱり求められてるんじゃないかなというふうに思います。で、安田さんが全く戻ってきません。安田さんが全然戻ってこないんですけど、その間に、ちょっと待って。はい。その間に特集に入っていきたいなと。定型で出すの、もう一個出し忘れてた。こういうね、もう財天っていう雑誌に、こういうふうに載ってるんですけど、社長名義で敵対する労働組合を雲助呼ばわり。雲助ですよ。もうなんか、昔なんか政治家がタクシー運転手のことを雲助とか言って、もうすごい批判されたことありましたけど、今もうこんなことを言うわけなんだよね。だから、これやっぱり知った以上、なんかそのままにしておけないっていうふうに思います。で、プレカリアートユニオンは今、孤軍奮闘みたいに戦ってますけど、もうそういうそこに働いてる、プレカリアートユニオンは労働組合ですから、そこに働いてる人の権利を守るために戦ってるわけですけど、それを超えて、社会的にやっぱりなんかこう制裁を加えないといけない段階にもう来てるかなと。提携もそうですけど、さっき列挙した5大ヘイト企業みたいなね、こういうのがいつまでもその調子に超えてられるのってやっぱおかしいなと、いうふうに思います。で、今日のその特集の話にこれはつながっていくんですけど、今日はこれね、レーシストの金を引き剥がせ。提携なんかの場合は、警備会社だから、警備を
直接、警備の不買運動なんかすごく難しいわけなんですけど、何らかの、やっぱり方策はあると思うんですね。で、今日はその、ベーシストの企業、あるいはブラック企業からどうやってその資金を引き剥がしたり、損をさせたりすることができるかみたいなことを考えていきたいなと思ってます。で、ゲストの方をお呼びします。はい、富野長谷川さんです。よろしくお願いします。まだお若い。20歳なんですってね。そうですね。大学2年生です。大学2年生、若い。今日、来ていただいたのは、長谷川さんのことは、番組に登場していただくのは初めてですけど、今まで何回も、何回か取り上げたことが、あります。こういう、これですよね。日大の、ヘイト講師みたいな先生に対して講義をして、結構、大学との交渉で、なかなかいいとこまで行ったんだけど、なんか急に大学が開き直っちゃってみたいな、そういう流れがありましたが、この時にキャンペーンやってらっしゃった、ビヨンド、ムービングビヨンドヘイトという団体の、代表の方ですね。はい。今、20歳ってことですけど、イギリスと日本の、ダブルということですが、イギリスに住んでらっしゃったことがある、イギリスに住んでらっしゃったんですよね。そうですね。8歳ぐらいから、大学に入る時まで10年ぐらいイギリスに住んでました。じゃあ、それで、要は、2年ぐらい前までってことですよね。そうですね。大学入るちょっと前まで。で、じゃあ、その物心ついてから、ずっとイギリスにいて、日本に久しぶりに住んでみたいな感じですよね。そうですね。日本、どう思いました日本どう思いましたこれマジかみたいなの言いました。いや、本当にそうですね。来た時は、本当に違和感がすごかったですね。やっぱり。違和感っていうのは全体的にやっぱり誰も、特に差別とかの問題で一番感じたんですけれども、やっぱり誰も声を上げない、差別の問題、特に僕の知り合いとかで、ダブルの方で、その顔だけ見られて職質された方とかいたんですけど、その話をなんか友人としてたら、全くなんかおかしいとも思われなくて、でその当人も職質された時も周りから白い目で見られるだけで、誰も介入しなかったっていうのを聞いて、すごいそれでショックを受けましたね。やっぱりなんか反差別規範っていうか差別的なレイシズムはダメなんだみたいな、そういう縛りというか規範が社会の中に全然ないっていう感じがしたってことですかね。そうですね。なんか何が差別なのかっていう共通の土台みたいなのが本当にないなっていうのを感じて。ムービングビヨンドヘイトって始めたのは一昨年？そうですね。一昨年の11月ですね。ということはもう日本に引っ越してきてすぐって感じですよね。いや、一応大学入る前に1年ぐらい予備校みたいなところに行ってたんで、1年、そうですね、1年半ぐらい経ってからですね。やっぱりそれはもう危機感としてそういうものが日々感じていたみたいなことですかね。そうですね。あとやっぱり僕の入った大学が、やっぱり特にそういう差別問題とか、社会問題全般に対して興味がある人が本当少なくて、でそれでやっぱり自分が何かしたいと思ったし、何かやらなきゃいけないなって思って、そうですね、立ち上げることになりました。ちょっと待ってください。
マイクの声が小さいと言われているので、ちょっとあります。ちょっと喋ってみてください。はい、聞こえてますかね。はい、声でちょっと上げました。こっちではい。安田さんがなんか戻ってきた雰囲気だけど、なんか真っ白だな。あ、来た。安田さん、プリース。さん大丈夫ですか？聞こえてますか？なんかカクカクしてる、今度は。これはなんか iPhone になったんですか？ダメだな。ちょっとしばらく。あとで説明せん。ごめんなさい。進めましょう。はい。はい。なんか聞こえてる。はい。それで、まあ、今日ね、その、長谷川さんに来ていただいた理由としては、その DHC の件で、もうこんなのが来て、とかでもう不買運動をしたとかで、みんながもう買いませんとか言ってるさなかに、長谷川さんがツイートしたことがちょっと印象に残っていて、そのことについてちょっと聞きたいなと思って、今日お呼びしたんですね。それはどういうツイートだったかというと、そうですね。今こそボイコットとダイベストメント運動が必要でも、ただ個人の消費者が一つやるので連携してやっていかなきゃいけない。BTS は反アパルトヘイトのボイコット運動、昨今の Facebook からの広告引き上げ運動から学ぶ必要がある。もちろん BTS のデファンドからも一番学ぶ必要があると。この辺のことは、具体的に言うともうちょっと詳しく説明していただいたりしていいですか？そうですね。まあ、直接的なやっぱりきっかけとしては、まあ、DHC の会長の発言があって、まあ、日本でも、まあ、ツイッターでいろいろボイコットしようという声がいろいろあって、で、まあ、そういうのを結構僕もいろいろ見て、まあ、ボイコットにはもちろん賛成なんですけども、やっぱり日本だとなかなか、まあ、僕の感触としてボイコットだけだと、まあ、なかなかまあ、差別をやめさせることができないのかなっていうふうに結構感じて、でそこでやっぱりボイコットだけじゃなくてボイコットとセットで、海外の企業との、まあ、関係を断ってもらうだったり、まあ、海外の、まあ、DHC の商品を扱っている小売業者に、まあ、その DHC の商品を売らないように働きかけたり、まあ、そういったより何ですかね、まあ、トータルな運動が必要なのかなって思って、そういう本さんでツイートしました。僕もまあ、すごく同意ですね。で、まず、一つはまあ、ボイコットだけではなくということで言えば、日本の場合、ボイコット自体もほとんどあんまり行われないっていうことが多くて、なんかボイコットするということ自体にも抵抗があるみたいな考えの人も多いし、そうじゃない場合もなんかあんまり関心がやっぱりない。特にこういう差別問題になると、やっぱり自分がその企業の商品を買うことでそれに加担してるんだみたいな意識を持つ人が非常にやっぱり少ないですよね。だから、その辺のまずハードルがあるっていうのがあります。で、もう一つは、私は買いませんっていうだけだと、では足りないっていうのは僕は思っていて、やっぱり私は買いませんじゃあ、そうなのじゃあ私は買いますけどみたいになっちゃうよね。やっぱりこれは買ってはいけないっていうふうに言わないといけないことなのかなと。なぜ買ってはいけないかというのは、これはレイシズムに加担するからだということなんだということを、がっつりやらないと結構厳しいかなというふうに思うんですね。で、長谷川さんがいらっしゃったイギリスなんかとは、ストップファンディングヘイトっていうグループがいて、それがやっぱり、デイリーメールとか、
そういうタブロイド紙のヘイトスピーチが多いタブロイド紙に広告を出すということを、かなり運動をやったりとかして成功したりもしてるんですよね。だから、そういうもの、ストップハンディングヘイトは、この番組でも何回か紹介したことあるんですけど、そういう、形のことをなんかがっつりやらないと、DHC も、定型も、APA も、全然、痛くも痒くもないんじゃないかな、っていうふうに思うんですよね。安田さんどうですか？全くその通りも言いますね。私の声、今度聞こえてますでしょうかね。聞こえてます、聞こえてます。はい。日本ではやっぱりその不買をとしてのみ定ですよ。例えば、僕が維持する不買運動っていうのは、かつてしゃもじとですよね。主婦連なんかが様々な商品の不買運動をやってきた。もちろんこれでとても大事なことだったと思うわけです。様々な不良商品であったり、法律に違反商品、あるいは危険な商品、こうしたものを排除、あるいは歌って、不買をやってきたんだけども、あくまでも消費者運動という消費者の利益のためだけという形で行われてきた。これはとっても大事であって、これを否定することはないけれども、品質、あるいは企業が社会に害を明確に与えているの中で、きちんと企業に不利益って吐くような形でもってきちんと運動するっていうことに関して、多分日本はあまりやってこなかったんじゃないかと思うわけですよね。先ほど、イギリスの話も出たし、例えば、1955年に有名な僕らあったんですよ。モンゴメリーバスボイコッテっていうのがね。この時は、いわゆるローダーパーツが、白人に席を譲る逮捕された。これに抗議するために、当時多くの人々したかって言ったら、バスに乗らないってことをやった。バスに乗らないってことは、これバスを経営したのは当時、市の財政に大きな影響を与えただけ、変える、後に公民権法につながっていくって大きな、単にこれ商品の不具合を訴えた運動で社会に変革をもたらす、変えるっていう明確な成果を上げたっていうことは特筆すべきであって、そういう運動ってのはやっぱり僕、日本にはこれまであまりなかったような気がします。はい。安田さん、やっぱり音声が悪いんですけど、今、iPhone になってますか？ iPhone がね、なんかちょっといろいろ間違えてログになっちゃったんで、すいません。このままで今日は言葉少なめにやらせていただきます。今、そのマイクは、パソコンのマイクから音を拾ってますか？イヤホンのマイクから音を拾ってる？なんかいつもとセッティング違うんじゃないですかね。いつもなんか音すごくいいんだけど。あ、聞こえますかね、これで。聞こえる。なんか変えました。喋ってるんですけども。あんまり聞こえにくいんだ。聞こえにくい。すごく聞こえる。ちょっとイヤホンを抜いてみてもらっていいですか？パソコンから。今、イヤホンパソコンから抜いてみてください。はい、今来ました。パソコンからイヤホンジャックを抜いてもらいました？はい。抜きました。はい。おかしい。いや、それでしばらくちょっと行ってみましょう。はい。はい。なんかいつも、最近安田さん音すごくいいのに、同じセッティングでやってますよね。同じ。なんだろう。なんか雪が降ってるとか、なんかそういうことが関係してるんですかね。千葉雪降ってませんか？大丈夫ですか？はい。ごめんなさい。ちょっと直しておきますんで。はい。いや、わかんない。何が原因かわかんないもんね。はい。ちょっとじゃあ、話になりますけど、
そういうね、結構さっきのストップファンディングヘイトだとか、そういうものにしても、実は意外と新しくて、これ2016年8月ですね。で、あともう一個有名なのが、スリーピングジャイアンツっていうのがあるんですけど、これね、スリーピングジャイアンツも、これアメリカなんですけど、2016年11月からなんですよね。で、これは何がきっかけかというと、トランプ当選と、それによるそのブライトバートニュースの、ボイコット。ブライトバートニュースに広告を出すな運動だったんですよね。で、このデファンディング運動っていうものは、実はそんなに古くなくて、昔の、バスボイコットだとか、日本だと森永久ミルクの不買運動とか、そういうものを、そういうオーソドックスな不買運動とは別に、こういう形の、資金引き上げ運動、デファンディング運動みたいなものっていうのが意外と新しい。で、日本のカウンターの人たちにとってもリアルタイムで、来てることなので、結構似てることがやっぱり多いので分かりやすいんじゃないかなと思うんですよね。で、このブライトバートニュースって皆さん覚えてるかどうか分かりませんけど、保守速報をもっと悪質にしたような、保守速報と、虎ノ門ニュースと足して、もっとひどくしたようなですけど、結局トランプ政権にここのスティールローンがそのまま入ったりとかっていうこともあり、これまだ今もこれ存在してるんですが、こういうところから資金をどんどん引き上げなければいけないっていう運動が結構ダーッときましたよね。で、長谷川さんのさっきのツイートの中にあった、これね、ボイコットダイベストメントという言葉なんですけど、これはニュアンスとしてはどんな感じなんですかね。そうですね。文字通り、投資の、インベストメントって言葉が入ってるんで、投資するんじゃなくて、投資を引き上げる、撤退する、違うところに投資をしてもらう、そういう意味ですね。だからその投資という言葉だと、日本だと会社に投資するとか、株式を買うとか、そういうイメージもあるけど、要は企業、消費者がそこにお金を払うということも含めての、投資っていうお金を出すっていうことですよね。で、うちで作ってるステッカーの、このボイコット DHC ステッカーっていうのも、下にデファンドレイシズムっていうスローガンを入れていて、多分日本でカウンターをやってるような中で、このデファンドっていう話、概念を出してきたのって、うちはこれは初めて気がするんですけど、このデファンディングっていうのをやっぱちゃんとやらないといけないかなということで、どういう意味なのか辞書を引いてみました。資金を打ち切るデファンド。で、さっきのダイベストメントは、このディスインベストメントと同じことで、負の投資をすると。負の投資っていうのが、例えば投資家であれば、資金を引き上げる。消費者であれば、買わない。それから買わないように働きかける。そういうことになるかと思います。で、そういう運動自体がネットを中心に、盛り上がってきたのがやっぱり2016年ぐらいからで、今これはストップファンディングフェイクニュースっていうものもあるんですけど、これもやっぱり同じようにフェイクニュースを発信している奴らに、広告を出すなという運動なんですよね。で、実は日本でも割とこのと前後して、そういうものが行われたことっていうのがあって、しかも結構成功を収めていると、いうのが皆さんも覚えていると思いますが、南米の人たち、保守法がブライトバートニュースよりもだいぶ、スケールがちっちゃいですけど、ヘイトスピーチと、
フェイクニュースの過剰みたいな感じで、一時期もう保守速報がもういろんな偽ニュースとヘイトスピーチを広めまくってて、最近影薄いですよね。安田さん最近保守速報の噂聞いてる？いや、全然。まだやってたんか、みたいな。なんかそんな感じですよね。で、これは結構、南 J っていう、5チャンネルから来た人たちが中心になってやってたんですけど、結構成功してるっていうか、これによって保守速報は広告が全くなくなり、この広告スペースが真っ白けになって、広告でかなり儲けていて、非常に困ってなんか変なグッズを売り始めたりとか、そういうことがありました。で、これが海外のストップランディングヘイトとか、スリーピングジャイアンツとかで行ったことと、ほぼ同じなんですよね。で、その違いが、こちらのは全く組織化されてなくて、全くの個人の集合体というかクラウドによるものであるということで、向こうの方はある程度オーガナイズされていて、やっぱりネットを中心にいろんな人が参加するんだけども、かなりきちんとオーガナイズされた形の市民運動になっていたということがあります。でそれを、やっぱりその違いが、どの辺から来るのかな、みたいな、ところをちょっと考えたいなと思ってるんですけど、長谷川さん的には、多分、さっきの保守速報とかで広告派がしてた時期は、もう日本にいたかどうかはわかんないけど、ウェルオーガナイズされる感じっていうか、そういうものが日本にあんまり足りないような気はしますかね。そうですね。今の時代だとやっぱり、そういうネット上でのボイコットとか、働きかけやりやすいと思うんですけども、さっき安田さんとかも言ってくれた昔からのそういうボイコットの例、モンゴメリーのマスボイコットだったり、やっぱりそのコミュニティでのその運動を前提として、それがあって、やっぱりそれを動員してできたと思うんですよね。で、結構これまでイギリスとかでもアパルトヘイトへのボイコットとか結構有名で、それもどちらかといえばコミュニティを中心とした運動っていうんだったと思うんですけれども、それが今ではどちらかといえばコミュニティオーガナイジングをそこまでされてないような、どちらかといえば自然発生的な感じの、スリーピングジャイアンツもどちらかといえばそれに近いと思うんですけれども、そういうのはすごく高まってきているので、日本でもなかなかコミュニティ的な運動がない中では、そういうのはすごく参考にできるなと思います。クラップなんかも全くコミュニティに基づいてないっていうのが一つの特徴というか、そういう意識でやってきてて、やっぱりその強さと弱さがあって、弱みとしてはやっぱり組織的に一気にいろんなことをガッとすることができない。みんながわらわらと賛同して集まってくれるように促すしか方法はないっていう感じではあるんですけど、その辺をもうちょっと別のやり方にした方がいいのかなっていうことに思うと、DHC に関してはこの間からも何回も言ってるんですけど、これちょっと本格的に、日本の、歴史に残るような不買運動にここの状態から持っていくことができるのかどうかということに僕自身が今個人的に興味を持っちゃってましてそういう模索をやりたいなと私は思ってるんですよね。で、なんか昔の不買運動のこととかいろいろ調べたりしてるんですけど、日本だともう僕自身も全然リアルタイムじゃないんだけど、一番成功した不買運動っていうのはこれなんですね。森永しそミルク中毒事件というのは、これもやっぱりさっきのバスボイコットと同じ時期、1955年に森永のミルクにヒ素が混入してて、それで、
赤ちゃんとかがすごく障害を負ったりとかしたことがあったんですね。で、それの不買運動っていうのが、実は、ここから十数年後、14年、70年代の、60年代、60年代終わりから70年代の初めにかけて、広まっていくと。それまでもその被害者の人たちは不買運動をしたんですけど、いまいち広がらなかったのが、なぜかというと、森永が全然被害を認めずに、因果関係を認めずに、それをやっと認めたのが1970年とかそれぐらいになってからなんですよね。でそこから不買運動がガッと盛り上がると、いうことがあって、で、それはこの森永告発っていう、これは市民運動のグループなんですけど、ここがこういう冊子を発行したり、書物を発行したり、そういうことをがっつりやって、いくと。そのことによって、一般市民を、被害者のコミュニティではない一般市民を巻き込んでいったっていうのが、非常に大きな動きになったんですけど、安田さんってこの森永のこの不買運動って、安田さんもまだ子供だよね、この時ね。この30人以上の死者が出てですよね。そして実際の被害者っていうのは1万1000超えてるわけです。ところが、国からの可視を認めなかったことにもよって、反対運動十数年を経営者で、この不買運動っていうのは全国不買運動だったんだと思います。30人の死者が出て1万3000なら、なぜ十数年も経ったかっていうと、まだ企業を告発したり、商品を不買するっていう、そういった認識があってね、そういった意味では、安田さん、やっぱり音声が非常に悪いので、はい。ちょっと、もう一回、カメラをオフにしてみてもらっていいですか？映像をオフにしてみてもらっていいですか？あ、そう。それで喋ってみて。はい、喋れますか？声はどうでしょうか？声が来てる。割と。変わりました。だいぶ変わったけど、ちょっとそのまましばらく行ってみましょうか。安田さんがただの K になっちゃったけど。なんか、今日そっちのマンションの多分、回線が混んでるんだね、今日ね、多分ね。そんな感じがします。あ、でもまだ。ちゃんとチェックしてます。ちょっとまずいんで、このままだと。ちょっとね、もう一回ね、iPhone から挑戦してみてもらえませんか？なんでさっきできない？なんか、ログインを失敗しすぎて、お前は入れないって出ちゃったの。どういうこと？ログインっつっても URL に飛べば。あれよ、Chrome でないと入れないよ。サファリでだと入れないよ。ちょっとやってみて。ちょっとスマホ挑戦してみてもらっていいですか？はい。じゃあ、ちょっと安田さんを無視して、長谷川さん、今日長谷川さんがいてよかった。安田さんと二人だったら、これ、どうしようもないとこでしたが。どこまで行ったかな。そうそう。それでね、DHC のこととか、それでさっきのここからヒストミルク事件から十数年経って、こういうふうに広がっていくと。で、実はこの運動をしてた人たちっていうのはまだ、そのまま団体としてはあって、今そういう、資料館なんかも過去のね、どういうふうな経緯でどういうことが起きたかみたいなの
全部アーカイブされていて、非常に参考になるので、ちょっとまた見てみたいなと思うんですけど、こういう運動っていうのは、まあ、いわゆるオーソドックスな不買運動で、それもやっぱりかなり参考にはなるというふうには思います。で、ただ今の日本で、まあ、こういうネット上で次から次へとヘイトスピーチをこうするやつがこう出てきて、っていうことに、まあ、特にさっきみたいにヘイト企業がボコボコ出てくる中で、どういうふうにしていったらいいのかなっていうのを、まあ、考えてるだけじゃなくて、ごちゃごちゃやりながら進めていけばいいと思うんですけど、長谷川さんって、なんかその辺なんかアイデアとかあります？そうですね。まあ、やっぱり僕が一番思ったのは、DHC の時も、なかなかDHC と提携している企業とかも DHC との関係を断たなかったわけですよね。まあ、例外としてはスープストック東京とかもあったと思うんですけれども、まあ、すっごい例外だよね。1個だけしかない、ね。これやっぱりそういった企業、日本の企業の良心に訴えかけるだけではやっぱりダメだってそこ思って、そこでやっぱりまあそうですね、その代わりにじゃないですけれども、海外の企業、特にまあ、DHC とかは結構グローバルに展開していると思うので、DHC の、まあ、と提携している海外の企業であったり、DHC の、まあ、商品を売っている海外の、まあ、小売業者にやっぱり直接働きかけるっていうのが、DHC の場合はすごく効果的かなと思います。まあ、海外のまあ、小売業者であるとか、あと取引先、それからネットサイトで、まあ、DHC の場合は韓国へのヘイトスピーチだったので、前回、2年ぐらい前かな、DHC のヘイトスピーチが問題になったときに、韓国の、ネットショップから全部その DHC 商品が引き上げられちゃったんですね。バンされちゃって、でそれは今も韓国の通販ではもう DHC の商品が買えない状態が続いてるんですね。で、ただそれは韓国だからそうなんであって、他の国の人はあんまりその韓国人に対するヘイトスピーチがひどいからっつって、あんまりそういう動きを見せるというわけでもなく、ということがやっぱり一つあるかなと思います。で、まあ、韓国の場合、やっぱり今社会運動結構強くて、で、去年、一昨年かな、もうやっぱり徴用工の判決の時に、安倍政権に反対する運動が起きて、それで日本製品ボイコット運動、かなり広範囲で行われましたけど、あれも結構がっつりちゃんと成功してるんですよね。で、あの時のことを皆さん覚えてるかどうかわかんないですが、これ2019年の、7月の段階で、日本のビールはもう全然売れないと。日本旅行にみんな来なくなったと。これ、そうこう言ってるうちにコロナになってもう旅行に来れなくなっちゃうんですけど、結構海外のインバウンドで商売した人は直接的に打撃を受けたというようなことがありました。これが12月になると、日本のビールの輸出がゼロになったと。韓国の人は割と日本のビール好きで、もともと日本のビールよく飲んでるんだけど、そういう人たちがもう飲まないよということで、日本からの輸出が、確かなんか夏の時点で 99% 減とかになってたんですけど、もう秋になるとゼロになったと。こういう感じをちゃんとできるのは、まあ、韓国という、今の韓国の国なんですよね。で、なんで日本ではそういうふうにならないのかっていうと、やっぱその人ごと感みたいなのがやっぱりすごくあるのかなというふうには思います。だからさっき、長谷川さんが日本に引っ越してきた時に友達とかで喋ってて、職質をね、ダウンの人が職質を受けた時にも、周りの人は別に反応っていうか、その感じと共通してるのかなと思うんですけど、どう思うんですか？そうですね、やっぱり
この特に、DHC とかの件でも、僕の知り合いとかでも結構そういう人多いと思うんですけども、ちょっとおかしいと思う人はいるかもしれないですけど、でもだからといって商品を買わないみたいなことまでいかないですし、ましてや自分でなんか働きかけるみたいなのがほど遠いですね。これだからやっぱり、ここでやっぱりその反レイシズム違反みたいなのがあるかないかみたいな話になってくるんだよね。だけど、そういう教育をして啓蒙しましょうみたいなことを言ってても、先に進まないんで、やっぱりなんかガガガガガッと何か、勢いが欲しいかなと思います。特に若い人。はい。ノーディング・ヘイトの頑張っていただいてですね、ガーっていう感じで、いけばいいんじゃないかなと思うんですけど。ぜひやりたいですね。でも皆さんでも大学生で忙しいかもしれないですけど、ぜひ、ちょっといろいろそういうことをね、またね、相談したいなと思って、今相談してもいいんですけど、公開会議をしてもいいんだけど、ちょっとなんか、さっきの海外のね、例えば、小売店に呼びかけるんだったら、どこに呼びかけるかとか、まずそういうリストアップをするとか、そういうの全部公開でやっちゃえばいいと思うんです。リストアップをして、そこの講義の、ひな形を作って、これで皆さんでやってみましょうとか、やると。で、そのリストアップをして、どんどんリストをこう潰していくみたいな、すると、なんかゲーム感覚が出てきて、これなんかそのしんどい仕事みたいになるとやっぱり続かないですから、なんかそういうのが欲しい。さっきの南米の広告引き剥がしっていうのね、あれ、それとほぼ同時っていうか、そのちょっと前に、ヘイトスピーチの多い YouTube のアカウントをどんどん通報して潰していくっていうのを彼らがやっていて、非常に楽しみ、ゲーム感覚でやってたんですけども、そういうので潰れた、その YouTube のチャンネルが10万とか100万とか、それぐらいの10万か、前になったとか言ってて、で、実際にその YouTube の上で、そのひどい喧嘩の、またしょうもない文字だけの動画みたいなのが実際減りましたから、で、そういう人たちの、そのなんか、本当にボランティア的な動きっていうのは結構な力を持つことがあるんですね。その人たちは今何をやってるかというと、愛知県の不正リコールのことでいろいろ暗躍していて、やっぱりそういうなんか一つの大きな、全然ウェブサイトとかないし、そのグループ名もないし、実態が全然よくわかんないんだけど、何か大きな塊として動いてる人たちっていうのがいて、だから、そういう形でもできることが結構あるかなと思ってます。なんか今一瞬安田さんがちらっと見えたけど、またいなくなって、今日このまま終わるかもしれないんですけど。それがもう来ないから、なんか長谷川さんが、来た。最後にちょっと挨拶だけしようかな。安田さん、うっす。これ iPhone になりましたか？OK だ。難しいね、安田さんね。そんな感じで、ちょっと、この番組以外でもいろいろ相談をしたいなと思ってますので、安田さん、もう話終わったけど、どうですか？聞こえてますか？イヤホンしないと聞こえないんじゃないの？これ。あ、聞こえてる。声が聞こえないですね。あ、聞こえますでしょうか？はい、聞こえます。はい、なんか今、iPhone になりましたか？うん、ちょっとやってみました。もうすごくいい感じの音声になりました。なんか家のルーターがなんかこう、ダメなのかもしれないね。
まあ、後でちょっと何があったか報告しますけども。はい。じゃあ、もう話終わったんですけど、でもまあ、せっかくなんで、ちょっと安田さんが復活したので、安田さんが喋って、全然聞き取れなかったことを、いろいろもう一回聞こうと思いますが、まずね、今安田さんがいろいろやってる間に言ってた話としては、韓国の不買運動なんですね。で、それから、南 J の、人たちの話。で、これどういうふうに、南 J のやつがすごいパワーがあって、今、愛知でも活躍してるんだけども、ああいう大きな塊がちゃんとあるんだけど、まあ、それを、その人たちは自律的に、自分たちでオーガナイズしてやってるけども、そういう人たちを巻き込んでやるにはどうすればいいのかな、みたいな、そういう話をしてたんですよね。なるほど。はいはい。だからどういうふうな不具合を、その森永のやつもさ、安田さんは、まあ、リアルタイムでは覚えてないけど、いろいろその運動として知ってると思うんですね。ああいうの、オーソドックスなものも参考にしていきたいなと思ってるんですけど、どう思います？いや、本当その通りですよね。森永の不買運動ってものすごく画期的ではありましたよね。130人以上の死者が出て、全国で1万3000人以上の被害者が出たにもかかわらず、森永は瑕疵認めなかったわけですよ。でその時に何か抵抗ができたかというと、実はほとんど抵抗できてなかった。消費者運動、つまり消費者っていう概念すらまだあやふやだった、まだ浸透してなかった時期ですよね。何していいか分からなかった。つまり企業がうちに問題ないんだ、責任がないんだって言えば、それが通っていく時代っていうのは1950年代、60年代、そういう時代だったわけです。そこで初めて十数年、つまり被害が報告されてから14年経ってから初めて不買運動っていうものが起きて、そしてようやくこの60年代後半に森永が自らの瑕疵を認めた、ものすごい長い道のりを経てきたわけですよね。でもここで初めて消費者っていう概念が確立され、消費者が声を上げることに、つまり被害者が直接的な行動を起こすことによって危機を変えるっていう成功体験を日本社会まず一つ得ることができたわけですよね。でところが、さっきから僕もごめんなさい、途切れ途切れで聞いたんですけども、トミー・長谷川さんがおっしゃったような、例えば投資の引き上げ、資金の引き剥がし、この発想ってものすごく新しいじゃないですか。先ほどが野間さんも言ってた通りに、保守特攻から広告を引き上げるっていうのは、これはすごく僕は改めて画期的な運動だったんだなと思いました。でこれあれ、やっぱりすごい成功体験として僕ら持ってるけども、一般にはなんかあんまり知られてないっていうか、保守速報を相手にしているネットの、まあ、5チャンネルの人とか、俺らとか、だよね、一般消費者なんで保守速報の悪名が広まってたらどうかっていうのも本当わかんないっていうのがあって、でもあれは大成功だったね。言いたかないけども、これをね、やっぱり先駆的にやってたのってネトウヨがやってたんですよ、結構実は。そうだね。いわゆる広告引き上がしっていうのは、むしろネトウヨが時間的にそれを先駆的にやってたってことはある。だこれによって実際一部の企業が非常に困った状態に陥ったことの事実だったわけです。ネトウヨはネトウヨで小さな存在ではあったんだけども、成功体験は持ってるわけですよね。今我々がきちんとそれを社会のために、あるいは消費者という概念を超えて社会のためにやっぱりこれをやっていかなくちゃいけないんだ。そのためにはどうしたらいいのかっていうことはやっぱり一生懸命考えなくちゃいけないよね、これね。そうだね。だからまあクラックっていうか、まあ、カウンター運動もネトウヨの真似なんですけど、そもそもね、っていう話はたまにしますよね。それでよく考えたら、昔のね、大特会とかのビデオ見てたらね、2012年以前は、やっぱり彼らは、反原発運動とかね、そういうものに対してカウンターをしに行くって言ってるんですよね。動画のタイトルでも、反原発左翼にカウンターとか言って、そういうことをつけてて、カウンターっていう言葉はそもそもネトウヨが使ってたな、なんて懐かしく思い出したりする。だからネトウヨってやっぱり庶民だから、あいつらのそのパワー、馬力が間違った方向に常に使われてるんだけど、それをいい方向に使えば結構役立つことが結構あるんだよね。何でも僕らネトウヨの真似をすればいいと思うんですよ。だからそういう形でちょっとこう、やっていきたいなと。
今日安田さん、せっかく音声が復活したところで、残念なんですけど、もう終わりなんですけど。本当はお詫びします。ごめんなさい。本当にこちらの準備不足というか、ちょっときちんと精査した上で、来週にはきちんと声が届けることができるようにしますので、本当に今日はごめんなさい。お詫びします。いえ。なんで、まあ、今までと違ってね、週1でありますので、何回でもイベントできますので、はい。はい。来週またじゃあ、よろしく。来週ちょっと一回音声の、チェックしてみましょうか。そうですね。はい。はい。はい。じゃあ、そんな感じで、今日なんか、いろいろ、投げ銭してくれた人、結構たくさんいて、ありがとうございます。せっかくね、いただいてるのに申し訳なかったですね。そうですよ。これはもう、払ってください。本当に申し訳ないです。すみませんでした、本当に。まあ、大丈夫です。今日、トミー・長谷川がいたんで、全然。ね、本当、長谷川さん、本当、ありがとうございました。いてくれて、長谷川さんがいてくれて助かりました。本当、ありがとうございます。全く間が持ちましたので、大丈夫です。はい。いつもと違う新しい話もいろいろ聞けましたので、長谷川さん、また、番組に遊びに来てくださいよ。はい、ぜひ。長谷川さんに一言、僕ね、長谷川さんとは前、日大の講師の問題で、婚姻運動やられた時に僕もね、取材させていただきましたけども、ああした問題なんかもありますし、ぜひまたいろいろとご教示ください。番組に出てもらっていろいろお話しいただけるとありがたく思います。ありがとうございます。はい。じゃあ、そんなわけで、今日はこの辺りで終わりたいと思います。また、チケット、スーパーチャットじゃないところでも、PTX でもチケット売ってるので、もし見て面白かった人は買ってください。毎週、何回も言うんですけど、毎週買わなくていいですよ。ただで見ますんで。でもたまに買っていただけると、安田さんのギャラに。いや、もう私のギャラは本当に、もうそういう問題ではなくて、本当にね、番組続けておくの大事だった。すいません、本当に。はい。では、今日はこんなところで、終わりたいと思います。長谷川さん、どうもありがとうございました。長谷川さん、ありがとうござざいます。こちらこそありがとうございました。はい。安田さん、じゃあ、安田さんはここまで、していただいて、どうもありがとうございます。ありがとうございました。安田さん。はい。来週、20日ですけど、はい。空いてますか？はい、空いてます。ほら、手帳出して。一応手帳出して書いとくというか、今度毎週水曜日ですからね。はい。はい。まださ、なんか緊急事態宣言出ましたけど、はい。まだそんなに、あれなんですか、そんなに取材あるんですか？いや、だから僕らやっぱり、あんまり言いたくないけど、応援環境が今こんな感じだったんで、僕は不得意なんですよって対処できないんで、なるべく会える人には会おうと思ってますし、ただ無理して会うわけじゃないんですけど、いろんな事件も起きるし、状況もあるんで、極力取材には出てるんですけども、やりづらくはなってますよ、もちろん。じゃあ、来週水曜日、来週はね、もうやること半分決まってて、今日の前半の続きですけど、来週はタイトルももう決まってます。タイトルも、来週はアメリカ内戦。ちょうどだから20日にあれがあるんだよね、就任式がね。そうですね。どうなってんのかなっていうところと、あとこの間のアメリカで起きたこと、何なのか、これもしかしてどえらいことなんじゃないのかっていうことを安田さんとゆっくり考えたいと思います。はい。では今日はこんなところで、終わりたいと思います。どうもありがとうございました。そしてすいませんでした。申し訳ないです。ありがとうございます。